おはようございます。桜井です。本日も暗号資産市場で起きた重要なニュースをまとめてお届けします。ビットコインやイーサリアムはもちろん XRP や同時コインといった注目銘柄にも動きがありました。特に XRP は和解の進展や ETF 関連の話題、そして価格の変動に注目が集まっています。また同時コインでは実現損失が過去最大級となり、投資家心理にも影響が出ています。今日のこの動画では、そういった仮想通貨の重要なトピックを厳選し、投資家目線で解説していきます。初心者の方にもわかりやすいように専門用語は丁寧に説明していきますので安心してご覧ください。それではまず XRP の最新動向から見ていきましょう。はい。ということでまずは XRP の最新動向ですけれども XRP は過去24時間で約 1.4% 下落し現在はおよそ 2.18 ドルから2.2 ドル付近で推移しています。これはやや調整の動きですが、チャートでは200日移動平均線の近くで推移していて、今後の展開を左右する重要な局面となっています。7月1日には、リップル社が毎月恒例と行っているエスクローのロック解除を行い、10億 XRP が一時的に市場へ放出されました。これは計画的なもので、多くの XRP は再ロックされると見られていますが、一部が流通に回る可能性があるため、短期的には価格への売り圧力となることがあります。法的な側面では、アメリカの証券取引委員会、いわゆる SEC との長年の訴訟について、5月に和解が成立しています。この和解により、リップル社は5000万ドルの罰金を支払い、7500万ドルが返還されることで合意しました。これにより、XRP を取り巻く規制は大きく後退したと評価されています。ただし、2024年10月から始まった控訴審はまだ継続中で、最終的な決着は2025年後半までかかると見られています。この控訴審の結果が今後の価格に与える影響も無視できません。一方で、ポジティブな材料としては、2025年4月に XRP の先物 ETF が承認されたことが挙げられます。プロシェアーズなどの ETF が認可され、CME でも XRP 先物の上場が予定されています。これにより、機関投資家の市場参加が今後さらに増える可能性があり、長期的には価格の下支え要因になると見られています。XRP は現在の価格水準を維持できるかどうかがポイントで、特に 2.21 ドルのレジスタンスを突破できるかどうかっていうのが、次の展開を分ける重要な側面になってくるんじゃないかと思います。では、続いては、同時コインの最新動向について見ていきましょう。同時コインは過去24時間で約 1.7% 下落し、現在は 0.16 台で推移しています。市場全体はやや難聴の中、同時コインも例外ではなく、短期的なサポートは 0.157 ドル、レジスタンスは 0.18 ドル付近に位置しています。注目すべきは実現損益のデータです。この24時間で同時コインの実現損失はおよそ2億2500万ドルに達し、実現利益の約540万ドルを大きく上回っています。この損益差は主要な仮想通貨の中でも最も大きく、投資家心理に大きな影響を与えていると考えられます。現在のセンチメントは希望と恐怖の間にあるとされていて、多くの個人投資家が損失を抱えたまま売却に踏み切っている状況です。これはいわゆるパニック売りに近く、短期的な価格の下押し圧力となっています。オンチェーンの動きを見ても、クジラ、つまり大口投資家の取引回数が2月以降減少傾向にあります。5月から6月にかけて一時的に取引が増えた時期もありましたが、現在は積極的な買いも売りも見られていません。その一方で、個人投資家やリテールトレーダーによる取引が中心となっていて、先物市場でも短期的な値動きを狙った投機的な動きが目立っているようです。こうしたリテール主導の相場は出来高が伴わない限りどうしても不安定になりやすいという特徴があります。テクニカル的には現在同時コインは下降トライアングルの形を形成していて、出来高が増えない限りは
上値が重い展開が続いていくんじゃないかと見られています。ただし、0.18 ドルを明確に突破できれば、上昇トレンドへの転換も期待されていて、その場合は 0.22 ドルから 0.27 ドルが次のレジスタンスゾーンになると考えられます。また、一部のアナリストは7月中に反発が起きる可能性や、将来的に1ドル突破のシナリオもあり得るとしていますが、現状は弱気ムードが支配的です。では、ここからはビットコインやイーサリアムを含む暗号資産市場全体の動向を見ていきましょう。まず、全体的な時価総額は過去24時間でおよそ 2.8% 下落しました。ビットコインは現在約10万7000ドルで推移していて、やや調整局面に入っています。イーサリアムも2450ドル台を維持しつつ、サポートラインを割り込む場面が見られました。2025年上半期のパフォーマンスを見ると、ビットコインは約 13% 上昇した一方で、イーサリアムは 25% の下落、ソラナは 17% の下落と、アルトコインにとっては厳しい半年だったことがわかります。特に小型アルトコインでは、それ以上に大きな下落も見られています。このような環境下で注目されたのが、アメリカ司法省による仮想通貨の押収です。今回の押収額は2億2500万ドルに上り、詐欺被害者保護のための新たな取り組みとして注目を集めました。また、アメリカの証券取引委員会、いわゆる SEC がビットコインやイーサリアムに加え、ソラナ、XRP、ADA といった銘柄を含む新たな ETF を承認しました。これにより機関投資家の参入がさらに加速することが期待されています。ヨーロッパでも動きがあり、欧州中央銀行、いわゆる ECB が分散型台帳技術、いわゆる DLT を活用した決済実験を本格化させています。これは金融インフラの革新に向けた取り組みで、安全性と効率性の両立を目指すものです。アジアでは韓国の大手取引所 UP ビットがネイバーペイと連携し、ウォン建てのステーブルコインの開発に着手したと報じられました。これは地域通貨ベースのデジタル通貨として今後の動向に注目が集まっています。こうした動きに加えてアメリカでは仮想通貨市場の構造やステーブルコインに関する法案が前進していて、規制の明確化が一歩ずつ進んでいます。これにより今後の市場成長に対する期待も高まってきているというのが今の現状です。それでは最後に今回のニュースを総括して注目すべきポイントを振り返っていきましょう。はい。では、ここまで XRP、同時コイン、そして暗号資産市場全体の動向について見てきました。最後に今日の注目ポイントをまとめていきたいと思います。まず、XRP については、10億 XRP のエスクロー解除や SEC との和解成立、さらに先物 ETF の承認といった材料が並び、法的リスクの後退と制度的な整備が進んでいる点っていうのが長期的にはプラス材料と言えます。ただし価格は現在も調整中で、特に控訴審の行方や市場の地合いには引き続き注意が必要です。次に同時コインですけれども、同時コインは2億2500万ドルという大規模な実現損失が出ており、個人投資家中心の売りが相場を重くしている状況です。今後 0.18 ドルをしっかり超えられるかどうかっていうのが反転の鍵を握っているんじゃないかと思います。クジラの動きが鈍い今、リテール投資家の動きが価格に直結しやすい相場だと言えるでしょう。そして暗号資産市場全体としては短期的な下落が続く一方で ETF の拡大、規制の明確化、DLT の導入実験など制度面では前向きな動きが進んでいるのが特徴です。こうした背景は中長期的には仮想通貨市場の信頼性向上と価格の安定化につながっていく可能性があります。まとめますと、短期的には注意が必要な局面ではあるんですけれども、中長期で見ればポジティブなニュースも着実に積み上がっています。価格だけではなく、制度や技術の進展にも注目しながら、冷静に相場と向き合っていくことが大切じゃないかなと思います。はい、ということで最後までご視聴していただきありがとうございました。今回のように XRP や同時コインをはじめとした注目銘柄の動き、そして市場全体のトレンドを正確に押さえておくということは、暗号資産投資において非常に重要です。僕のこのチャンネルでは、
できる限り正確でかつ視聴者の皆さんにとって見て良かったと思える情報をお届けできるよう日々発信を続けています。もし今日の動画の内容が少しでも参考になったと感じた方は、高評価とチャンネル登録がまだな方は、ぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいなと思います。通知をオンにしておくと、最新ニュースも見逃さずにチェックすることができます。また、XRP や同時コインに関する今後の動きが気になるという方は、コメント欄でぜひコメントをよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。はい、ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報ですね、これをメインにお届けしていきますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせがあります。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。先日説明動画を公開しました。まだご覧になられていない方はぜひご覧ください。今は AI の時代です。人間はどうしても主観が入ってしまいますが、AI にはそれはありません。なので、投資成績も上がるんじゃないかなと思います。興味がある方は僕の LINE に登録してもらって、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、ぜひね、LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、いろいろと情報交換できるオープンチャットも用意していますので、よかったらオープンチャットの方にも参加されてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。